こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャットなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリターンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスイバーオキ氏、また最近では第5子の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、早割終了まであと1日となっております。今後はまたチケットの価格自体が上がりますので、検討している方はお早めにお求めください。で、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。で、まずビットコイン関連から見ていきますと、米政府のアドレスが約 29,800BTC を他のアドレスに送金してます。額としては20億ドル相当、送金先のアドレスをまた一つまたいで、他のアドレスにも送金されてますね。今回の市場の下落はこの影響が大きいとされています。トランプが先日の演説でビットコインの米国の準備金にすると、売らずにこれからも増やしていくと宣言したことも話題になりましたけども、その直後のことなんで、現政権が意図的に行っているんじゃないかという憶測も広まってますが、コインベース関連に一部資金を移動しているという噂もありますね。で、元の米政府のアドレスの残高はまだ 183,400BTC ほどありますけども、選挙戦までどのように動くのか注目ですね。あとオンチェーンの方ではマイナーが市場から現物を買い集めているのも話題になっています。先日マラソンデジタルが1億ドル相当のビットコインを買いましたという話題を取り上げましたけど、今回の動きは先ほども少し話したですね、ビットコイン2024でのトランプの演説が要因と見られてますね。で、この青いグラフがマイナーインフローなんですけど、28日からまた上昇しているのが確認できます。マイナーの売り圧がなくなるということは、市場も上向きになる傾向があると、昔から言われてますけども、今回もその通りとなるのか注目ですね。また、米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、現時点では全体でマイナスとなっています。ただ、先ほどブラックロックに2億ドルの流入があるとの情報が流れたんで、今回はプラスとなりそうですね。これで4日連続の純流入となっています。また、スポットイーサ ETF も、現時点では全体でマイナス 1.5 億ドルの純流出となっています。で、先ほどブラックロックにプラス 0.58 億ドルほどの流入という情報が流れたんで、今回も全体ではマイナスですね。こちら4日連続の純流出を記録しています。ビットコインの価格は現在 66,200 ドルあたりを推移しております。米国債金利は 4.176 を推移しておりまして、ナスダックが 19,059、S&P500 が 5,450、ダウ平均が 45,39、キングゴールドが 2,380 ドル、日経平均が 38,100 円、ドル円が 154.0 円となっております。個別株の方では、メタプラネットの爆上げが話題になってますけども、これは株式併合で発行数が10対1に縮小しただけで、時価総価はほぼ変わってません。先日ビットコイン2024でのビットコインマガジンとの提携が発表されて話題になりましたけど、ここが天井なのか、それともさらに伸びるのか、こちらの今後の展開にも注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 4.1%、額として368億ドル相当と、比率として全体ではショートが 52.4%、バイナンスミやロングが 61.2% としたようになっています。今後の指標としては、本日7月30日に、ドイツ、ユーロの実質 GDP、米ジョルツ求人件数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、7月31日に日銀政策金利、米 ADP 雇用者数、米シカゴ購買部景気指数、米中古住宅販売制約指数、そして8月1日早朝に FOMC、夜に中銀政策金利、米 ISM 製造業景気指数などが控えております。他市場は FOMC に向けて警戒されてるんでしょうけども、仮想通貨市場は先日のトランプの演説から上昇してまして、ビットコインは一時7万ドルで揉んでましたが、昨日の米市場明けから下落、そして先ほど取り上げた米政府のビットコイン送金からさらに下がって、約4000ドル幅の下落となっています。個人的にはトランプ勝ち確と見られていた大統領選の先行きが怪しくなってきたのも気になるところですね。チャートだけ見たら66,000の攻防に入ってまして、時間足では64,000のラインに向かおうとしております。
FOMC 前にも注目指標ありますんで、その動向次第ではそこについてもおかしくない展開になってますね。下サイド64,000のラインで反発できるかどうか、上節目の7万ドルを抜けられるかどうかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3310ドル、BTC 建ては 0.0498 と、先週からは上がっております。先物の方では OI は全体でプラス 2.6%、額としては145億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.1%、バイナスミはロングが 74.1% と下売りになっています。ドル建てチャートではあまりまだ改善が見られませんけれども、ETF の全体の利率が若干軽減されて、BTC 建ても反発と OI も増加、アルトにも資金流入が見られますし、環境はだいぶ良くなってきた印象がありますね。ただ先日もお伝えした通り、ETF の利率はまだ続くと見られてますんで、事故なくこの状況がしばらく続いて、3200の底をキープしたまま夏の終わりを迎えると、イーサに関してはいい展開になるのかなと個人的には思いますね。ドル建てチャートだけ見たら、短期ではこの3200のラインを守れるかどうか、上は3500の抵抗を抜けられるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。民主党の大統領候補、ハリスの支持率が急上昇しています。トランプの暗殺未遂事件からバイデンの撤退で、一時はトランプの支持率が圧倒してて、大統領選も圧勝するかに思われたんですが、そこからほとんど日にちも経たずにですね、ハリスが盛り返してきてます。ポリマーケットのこの予測は、ユーザーが仮想通貨寄りなんで、未だにトランプが 60% 以上保ってますけども、他の報道機関の世論調査だと、もう五分五分まで来てるんですよね。で、要因としては、ハリスの党内支持率がトランプを上回ってることや、またバイデンやトランプと比べて年齢が若いせいか、演説がはっきりしっかりしてるように聞こえるとか、そういうところが挙げられてますね。今までのは何だったんだっていうあと他では CFTC にデジタル資産関連の管轄権を与える仮想通貨市場構造法案の上院での採決が延期となってます。で、この法案はですね、今までの仮想通貨市場は SEC がこれは証券だ、証券じゃないとか言って、SEC の独断と偏見で管理されてきたわけですけども、この環境を問題視して、CFTC にも一部管轄権を与えることで、現在の SEC 独裁の状況を少しでも緩和しようというような法案です。で、この法案が前回下院を通過したんですけども、今回上院の採決が延期となってます。もともと7月中に採決する予定だったみたいなんですけど、選挙戦が忙しいとかを理由にですね、先延ばしされてるみたいですね。米国のルールがわからないんですけど、そんなルーズな感じなんですかね。一応9月にまた採決を予定しているようなんですが、これも仮想通貨市場に影響を与える法案だと思いますんで、その後の動向に注目ですね。あと、米国方面では NFT を証券認定した SEC に対して異議を唱えた人たちが SEC を提訴しているのも話題になってますね。作詞家のジョナサンマンらは、過去 SEC がインパクトセオリーを証券法違反で訴えた件を例に出して、SEC は管轄権を主張するキャンペーンを行っているだけで、何ら正当性もないと主張しています。また、テイラー・スウィフトの NFT の件にも触れてまして、テイラー・スウィフトが許されているのに、他が許されないのはおかしいとも主張してますね。SEC アルトだけではなくてですね、今では NFT、DeFi と、様々なところに手を出して和解金をもらってますけど、先ほどの件も合わせて SEC の独裁がいつまで続くのかも注目ですね。あと他では香港の一部の議員が香港の準備金にビットコインを採用するよう動いているのも話題になっています。これも先日のトランプの演説の影響とされています。香港議員のジョニーはですね、香港は Web3 エコシステムの発展を加速させる必要がありますと。現在香港はコンプライアンス規制と産業発展の面で地域の最前線に立っており、香港特別行政区政府は段階的かつ責任ある方法で市場を開放すると信じてますと。同時に Web3 は技術とアプリケーションの革新を代表しているため、香港はエコシステムをさらに構築し、世界的に競争力のある人材と資本、パブリックチェーンと取引所、企業とプロジェクトなどを市内に引き継げ、業界の技術発展を促進する必要がありますと。私は香港の様々な関係者と、ビットコインを金融準備金に含めることの実現可能性と、機会について議論し、状況を適時皆様に報告しますと X に投稿してます。で、このジョニー氏は過去にも Web3 仮想通貨関連の香港誘致に積極的な活動をして、たびたび話題になってたのかなと思いますね。米国に続いて、香港も動くのか注目ですね。あと他では DEX の月間取引量が過去最高になったのも話題になってます。ユニスワップが 485.2 億ドル、プレイディウムが 277.8 億ドルと続いてます。で、また SEX と DEX の取引量比率、
ボリュームレッションも 14.22% と過去最高更新してます。一時期死んでたソラナのレイディウムも最近のソラナミームの盛り上がりからか盛り返してますね。デックスの時代と言われてますが、こちらも続伸するのか注目ですね。あとはビットコインホルダーが襲撃されて亡くなったのも話題になってます。ウクライナのキエフで29歳のビットコインホルダーが男性4人に殺害されて所持していたビットコイン 3BTC 約20万ドル相当が盗まれたとされています。近所の住人が男性が殴打され無理やり車に押し込まれているのを目撃してまして、計画的犯行だったことが調査で判明したとされています。過去にも仮想通貨民が殺害されて資金盗まれる事件たくさんありましたけど、未だに収まってないですね。計画的犯行だったとのことなんで、被害者がビットコインを持っていることは知ってたんでしょうね。資産を明かしていいことは一つもないと思いますんで、皆さんも十分注意してください。あと、ここからアルト関連になります。ビットコインキャッシュ、ビットコインサトシビジョンが比較的強く伸びてます。ビットコインキャッシュはマウントゴックスのウォリアスファンダからの反発、ビットコインサトシビジョンはクレイグライトハイソからの反発と見られてますが、どちらもこの段階で強くなるのは正直個人的には意外でしたね。BSV の価格は現在 52.3 ドル、BTC 建てはプラス 16%、時価総額は78位ですね。7月頭に30ドルをつけた時から 50% 以上高騰しています。クレイグライトがサトシ仲間ではないと、明言した今ですね、BSV がどこまで伸びるのか注目となっています。あとは20 year shares のスポットイーサ ETF C イーサがチェーンリンクのプルーフオブリザーブを採用したのも話題になっています。これによりコインベースから直接準備金データを取得してリアルタイムで履歴を公開、準備金の透明性が向上されるとのことです。このファンドのおかげかリンクも比較的強くなっています。現在 13.5 ドル、BTC 建てはプラス 4.1%、時価総額は17位ですね。RWA 関連でたびたび話題になってますが、ETF 方面でも波に乗れてるようですね。週足もそこを維持してますが、ここからさらに上へ行けるのか注目です。また ARB も続伸してます。先日バイバックとリステーキング提案の件を取り上げましたけども、そこからさらに上昇しているようですね。100ドル突破して BTC 建てもプラス 7.7% と比較的強くなってます。時価総額は62位ですね。TBL も流出なく保ってます。先ほど DEX の盛り上がりも取り上げましたが、DeFi 大手の ARB にまた資金が入るのかも注目ですね。あとはコンパウンドの DAO のガバナンス攻撃も話題になってます。事の発端は今年の5月、コンパウンドで多数の投票権を持っているゴールデンボーイズというグループがコンパウンドの資金の 5% をゴールデンボーイズのアドレスに移す提案を提出しまして、当時は可決されなかったんですけども、今回提案を再提出した結果、可決されてしまったと。コンパウンドの DAO が乗っ取られたという認識が広まってですね、一部のユーザーがコンパウンドから離脱しているようですね。TVL も減少傾向にあります。コンプトークンは一時から反発してますが、この状態で復活あるんでしょうかね。コンプの進捗にも注目ですね。今日はこのとこですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。